さて、今回は商業宇宙旅行のパイオニア、バージン・ギャラクティックの話です。彼らが今、会社の未来をかけてとんでもない大きな賭けに出ているんです。まさに10億ドル規模の決断。一体何があったのか、一緒に見ていきましょう。我々は全力で前進し、新しい宇宙船を就航させる。いやー、これはバージン・ギャラクティックの CEO、マイケル・コルグラジア氏のかなり力強い言葉ですよね。でもですね、この自信満々なメッセージの裏では、会社がとんでもない岐路に立たされている、そういう状況なんです。前に進むために一旦全部止めると、どういうことって思いますよね。だって商業飛行がやっと成功した、まさにその直後なんですよ。なんでそんな思い切った決断が必要だったんでしょうか。さて、ここから詳しく見ていきましょう。はい、まずは話の核心からですね。彼らが唯一持っていた宇宙船VSS ユニティが運航停止になったという話です。2024年の6月、VSS ユニティはたった7回の商業飛行でもう退役してしまったんです。これによってバージン・ギャラクティックの宇宙飛行事業はなんと2年間もお休みに入ることになりました。これ単なるメンテナンスとかじゃないんですよ。もう第一世代の宇宙船の時代が完全に終わったっていうことなんです。じゃあなんで運航停止になったのか。その裏にはやっぱり旧モデルの安全性とか信頼性についての結構根深い問題があったんですね。例えば2021年の7月のフライトで VSS ユニティが決められた空域から外れちゃったことがあったんです。その時会社が安全性の問題を隠したんじゃないかって株主から訴えられて、結局850万ドル、日本円で13億円以上ですよ、を支払って和解してるんです。これってもうただの技術トラブルじゃなくて、会社の信頼そのものが問われるめちゃくちゃ大きな出来事だったわけです。というわけで、商業飛行をストップしたバージン・ギャラクティックは、ここから全く新しい戦略に会社の運命をかけることになります。その戦略というのがこの4つのステップです。まず、古い VSS ユニティは引退させる。次に、母船の VMS イーブを大規模に改修する。そして全く新しいデルタクラスっていう艦隊を作って2026年に商業サービスを再開すると。これただの計画じゃなくて、今までの問題を全部クリアしてビジネスのやり方自体を根本からひっくり返すためのいわば設計図なんですよね。じゃあその新しいデルタクラス艦隊って一体何がそんなにすごいのって話ですよね。ちょっと機体のスペックを詳しく見ていきましょうか。いや、これ見ると一目瞭然なんですけど、進化のレベルがすごいんですよ。左が今までのユニティで、右が新しいデルタクラス。まず乗客が4人から6人に増えますよね。そして再利用性がもう劇的にアップして、飛行頻度も今までの月に1回飛べたらいいなぐらいだったのが毎週飛びますっていうレベルになる。これってもう特別なお祭りじゃなくて定期便のバスみたいな感覚。ビジネスの形が根本から変わるってことなんです。で、特に注目してほしいのがこの数字、500回以上。これ機体の心臓部ともいえる酸化剤タンクが何回使えるかっていう数字なんですけど、旧型はたったの40回だったんですよ。それが500回以上。単純に10倍以上長持ちするってことです。いやー、これはもう技術的にとんでもないジャンプアップで、今まで一番手間がかかってたメンテナンス作業がこれで一気に楽になるわけです。しかもこの計画ってただの絵に描いた餅じゃないんですよ。この 90% っていう数字がそれを物語ってます。2025年の終わりまでには最初のデルタクラスの地帯を作る部品のもう9割が現場に揃うっていうんです。かなり野心的なスケジュールですけど、生産は着実に進んでるってことですね。それから宇宙船を宇宙の入り口まで運ぶためのいわば空飛ぶ発射台、母船の VMS イーブですね。こっちの改修もすごく重要で、アップグレードが終われば週に3回から4回も宇宙船を打ち上げられるようになるんです。新しいデルタクラスの性能をフルに活かすにはこの母船のパワーアップが絶対に必要なんですね。さて、機体の話はこれくらいにして、次は一番大事かもしれないお金の話。つまりこの新しい宇宙船たちがどうやって会社を儲けさせてくれるのか、その経済的な側面を見ていきましょう。これが彼らが描いている未来の収益モデルですね。まずデルタクラスを2機飛ばせるようになれば、年間でだいたい4億5000万ドルの売り上げが立つと。で、将来的には4機体制にして年間10億ドル、日本円にしたら1500億円とか、そういうレベルのビジネスに育てていく計画です。
ここまで来れば、やっと黒字化が見えてくる。スケールさせられるビジネスモデルになってるわけです。で、このグラフ見ると、その計画のスケールのでかさなやばいですよね。今までの年間売上ってたったの700万ドルだったんですよ。それが一気に4億5000万ドルを目指す。これ計算したら60倍以上ですよ。もう桁が2つくらい違う。とんでもない成長を目指してるってことがよーくわかります。ただ、もちろんこんなうまい話ばかりじゃありません。この壮大なビジョンを実現するためには、時間とお金っていうめちゃくちゃシビアな戦いが待ってるんです。ここからが本当に正念場です。手元にあるお金はだいたい4億2400万ドル。でも3ヶ月で1億800万ドルずつお金が減っていってるんですよ。これ単純に計算すると、あと4回、つまりたった1年で資金がショートしてしまうペースなんです。3ヶ月で100億円以上が消えていく中で、計画を絶対に成功させなきゃいけない。そのプレッシャーはもう想像を絶しますよね。というわけで、今のバージンギャラクティックは、まさに天国と地獄の分かれ道にいる感じですね。片方には儲かる新しい艦隊、しっかりしたビジネスプラン、それに新しいパートナーっていう輝かしい未来、つまり約束があります。でももう片方にはどんどん減っていくお金、本当に作れるのっていう生産のリスク、そして2026年までっていう厳しいタイムリミット、つまり危機がある。この成功への期待ととてつもないリスクが今まさにギリギリのところでせめぎ合ってるわけです。これが今後のロードマップです。ここからの2年間は本当に目が離せません。2026年の初めには新しいチケットの販売が始まって、年末には商業サービスが再開される予定です。でもほっとするのもたまの間、2027年には借金の返済期限がやってきて、お金のプレッシャーがさらに強くなる。もう本当に時間との戦いですよね。バージンギャラクティックは文字通りこの次世代機に全てをかけています。この一世一代のギャンブル、果たして商業宇宙飛行がここから一気にテイクオフする起爆剤となるのか、それとも会社に残された最後のチャンスを燃やし尽くして終わってしまうのか。この賭けの行方はただ一つの会社の運命を決めるだけじゃなく、僕たちが見る宇宙旅行の未来そのものを占うことになるのかもしれないですね。